付属牧場の高橋です。よろしくお願いします。原発事故で飛散した放射性核種は、東北圏と関東圏中心に東日本一帯に拡散しまして、このことは今もなお、日本の農業、畜産業、水産業に深刻な影響を及ぼし続けています。そして、その影響は福島原発から130キロ南西に位置する東京大学の付属牧場にも十分及びまして、今日はこの付属牧場でのお話をさせていただきます。付属牧場のような畜産の現場では原発事故直後のフォールアウトした放射性核種というのがこの土壌、餌、家畜、糞尿、堆肥とこの矢印のように循環しますので、これらの放射性核種の最終的な処理方法の考案にはその動態の把握が大変重要となります。これまでにも付属牧場では、放射性セシウムの動態調査を行ってきたんですけど、それで分かったこととしては、まず土壌レベルについては事故1年ぐらい経ったら工期などによって低下したということが分かりました。また放射性核種による家畜の被爆というのはその後安全な餌の給与によって回復したということも分かりました。そしてこれらのことを踏まえて大きく分かってきたのは、付属牧場内の、放射性セシウムの循環というものをここの糞尿などの農畜産廃棄物の拡散というのを抑えさえすればほぼ断ち切ることができるというふうなことが分かってきました。一方で原発で汚染された農畜産廃棄物の適切な処分方法というものはいまだこれがいいという決まった形はまだ見極めておらず、場所によっては、山積みのままにとか未使用のままの状態が続いています。そのような状態が続いているとそれが腐食したり風化したりして、それがもとに有害な病原性の微生物の拡散につながったりするということで、このことは現在大変懸念されております。そこでこのような問題を解決する方法として2つの技術が必要とされています。その一つとしてはまずこのような農畜産廃棄物を効果的に殺菌し容積を縮小できる処理技術、もう一つとしてはその処理された堆肥を安全に施利用する技術の2つが早急にこれらの技術の確立が早急に求められています。そこで付属牧場ではこれらの原発で汚染された農畜産廃棄物に対して最高110度以上の超高温でそれらを効果的に発酵処理するシステムの開発を行っています。この処理で用いる施設というのはここにあるような通気装置付きの発酵槽です。この通気装置というのは床に埋設された通気管からの通気というのを裏のブロワーで調節するという極めて単純なものです。この処理の際にはまず原発で汚染された農畜産廃棄物ともうすでに処理された発酵産物というものを大体同じ量で混合しまして、それを定期的に攪拌しますと、そうするとまんべんなくこれらのものが100度以上に殺菌されまして、かつ水分が効率的に除去されるため容積も大幅に縮小してサラサラのこのような発酵産物ができます。それでこの発酵産物というものはこの高い温度にさらされているため、この中にはこの腸根を促す菌は存在するんですけど、大腸菌のような病原菌は検出されないということが確認されています。ですからこの発酵産物は正確に言うとちょっと一般的に流通しているようなちょっと湿った堆肥というものとはちょっと別物になるかもしれないんですけど、ちょっと紛らわしいんでちょっとこれ以降は堆肥と呼ばせて話を進ませていただきます。今回はこの超高温発酵処理で生成した
堆肥をいかにこの安全に利用できるかという安全な施肥利用技術の方について検討させていただきます。そしてその安全性を見極める判断基準としてこの放射性セシウムの基準値というものが国から通知されているんですけど、これを見ると、土壌と肥料では400ベクレルパーキログラム、それで牛や馬の餌あるいは栽培作物を含む一般食品は100ベクレルパーキログラムとなっています。ですからこれらに対し検討すべきこととしては、例えばこの基準値よりも基準値の堆肥をまいたときに作物の、それで収穫された作物の放射線レベルはどの程度になるのか、あるいはこれよりも高いレベルでまいたときはどうなるのか、また低いといってもやや低いぐらいのものをまいたときどうなるのか、この辺のことが、この安全な施肥利用技術の確立のためには必要になってくると、考えられます。そこで、今回は付属牧場で生成された約900ベクレルパーキログラムの高濃度セシウムと300ベクレルパーキログラムの低濃度セシウムを用いて堆肥の安全な施肥利用の可否を見極めるための作物栽培試験を実施しました。実際この堆肥の安全性の評価をするにあたっては、施肥利用の形態っていうのがやはり栽培条件などによっても結構異なるので、かなり実践的に多様な局面での施肥利用というものを考えなきゃなりません。そこで今回はちょっと形態の異なるナス、トウモロコシ、大豆、生姜、ジャガイモ、ハスなどの複数の作物種に対してこれらの堆肥を投入し、それで収穫した作物の放射性レベルを実証的に見極めようという、そういう方向で試みました。ではまず高濃度セシウム堆肥を用いた試験について説明します。付属牧場では事故後最も汚染レベルの高くなった堆肥というものはとりあえずちょっとそのままにしておくわけにはいかないので、この先ほどの処理した後それをこのような袋に小分けにして倉庫の奥の方に保管しておきました。それで今回の高濃度セシウム堆肥の試験はその堆肥を用いて、実験しました。まずはこの敷地の付属牧場の敷地の一部に大体1メートルぐらいの穴を掘って、そこにその堆肥をこの袋ごと埋め込みました。それで、絵にするとこんな感じになるんですけど、この上の方を切り取って少し水分が少ないんでここに水をまいてちょっと水分を調整した上でここの上にナス、トウモロコシ、大豆、生姜などを直に植え込みました。普通だったらこの堆肥にこの苗を直接植えるっていうことはまずないんですけれども、今回は付属牧場において一番汚染レベルの高い環境を作って実験をしようということでこういう特別な環境を作りました。ですから普通の汚染されてない土地にこの900ベクレルパーキログラムの堆肥をまくよりもはるかに高い汚染の環境がここにはできているということになります。それで汚染のレベルの評価としてはこれらの植物部位を反復採取して放射性セシウムレベルを測定しました。でまずナスの結果です。一応ナスは結構長い期間断続的になりますんでサンプリング時期は6月8月10月としました。で特に10月に関してはもう最後の方だったんでちょっとすぐ実を取らないで少し引っ張ってた状態で取ったらどうなるだろうということでこれ引っ張ったんでちょっとこういう黄色みがかってるような状態のサンプルも取りました。そしてこれらの植物部位においてはいずれも放射性セシウムレベルは20ベクレルパーキログラム未満となりました。次にトウモロコシの結果です。これはサンプリング時期は8月としてこれらの植物部位においてこちらでも放射性レベルはいずれも20ベクレルパーキログラム未満となりました。こちらは大豆なんですけど
これは大豆のこの8月の状態のこれアップの写真なんですけど、この状態で撮ると枝豆の状態なんですけど、実際サンプリングはもう少し枯らせてちょっと茶色い大豆の形になってからサンプリングしました。10月にサンプリングしました。そしてその時の植物部位においてこれも放射性レベルはいずれも20ベクレルパーキログラム未満となりました。それでこれは生姜の結果なんですけど、これは苗を植えたというよりももう生姜をもう地中に植えて、それでそこからどんどん地中で増えるようなもので、ちょっと表面から地上だと何がなってるかあまりパッと見えなかったんですけど、10月に掘り出してそれぞれの植物部位とともに採取し調べたところ、放射性セシウムレベルはこれもいずれも20ベクレルパーキログラム未満となりました。で次に低濃度セシウム対比の試験について説明します。この低濃度セシウム対比というのはさっきのと対照的に事故後1年経って放射性のセシウムレベルっていうのが基準値の400を下回ったあたりのところでのものの対比を利用したものです。それでこの試験区についてなんですけど、これはU字工をこのように囲うことによって、U字工でここを囲ってそこに土を入れて使うことによって、この真ん中では露地栽培を、それ周りでは水耕栽培をと同時にできるような試験区を作りました。それで投入したものとしては、ここにまず初めに汚染されてない土を入れまして、その後に通常通り堆肥をこの低濃度のセシウムの堆肥を投入しました。そして中央にはジャガイモを植え込んで、側溝にはハスの苗を植え込みました。そしてそこの側溝にはその後は水を張るように管理しました。ではこのジャガイモとハスの結果です。これらの植物部位においても放射性レベルはいずれも20ベクレルパーキログラム未満となりました。こちらの試験区では他にもキャベツやスイカやまたゴーヤなども並行して作ったりはしていたんですけど、ちょっとサンプルちょっと今回のデータには入ってないので、またいろんな形でここは計画的に同じような高濃度と低濃度のセシウムの試験を続けようと計画しています。それでここまでの結果をまとめますと、結局高濃度のセシウムの堆肥、また低濃度のセシウムの堆肥、いずれを使って栽培したものでもいずれの作物でも放射性セシウムレベルは全て20ベクレルパーキログラム未満となりました。この結果を踏まえると国から通知されているこの肥料の基準値400ベクレルパーキログラムの値を下回るような堆肥で堆肥を使って施肥利用にしている限りは作物に移行する放射性セシウムっていうのはほとんどなくて、これはもう安全性が実証できた、試験レベルで実証できたということになります。それとあと他の先生の方々先生もご指摘があった通り、この結果というのは放射性セシウムというものが普通の栄養成分とはちょっと違うような形で植物に吸収されているのということもこの結果から示唆されました。そこでそれらを踏まえて付属牧場での今後の展開として今考えていることは、まず一つまだまだ今の作物よりいろんな形の植え方、いろんな形態の施肥形態の作物がありますので、まず多くの作物での検討が必要と考えています。また施肥量、施肥頻度、また施肥方法を変えての検討も必要だと考えています。そして何よりも最後実証ということにこだわるならば実際の圃場、もう少し広範囲の面積
での農家に近い形での栽培をした時どのようになるかという検討も必要であると今考えています。そこで今具体的に計画し進めているのは牧場内、これ全部牧場内のなんですけど、牧草をいろんな収穫の仕方、また牧草種、また作物についてもこれはトウモロコシといってもこれ家畜の餌用のトウモロコシなんですけど、こういうトウモロコシやまたそばなどさまざまな作物を通常の圃場で、いろんな施肥形態で栽培し放射性セシウムレベルがどのようになるか、それを今検討しているところです。このように、施肥の施肥利用、安全な施肥利用技術を正確に見極めて、ここまでなら安全だというふうな結論を出すためには、もう本当に気が長くなるような試験を繰り返さなきゃいけないと思われます。本当にそういうことを考えると被災地での農業の本当の意味での復興というのはまだまだ今からが険しい道のりになるのではないかと思われます。一日も早く原発事故が収まることを心からお祈りいたします。発表は以上です。